こんにちは、ずんだもんなのだ。今回は西アフリカの国コートジボワールのニュースを3つピックアップしてお届けするのだ。実はコートジボワールってカカオの生産量が世界トップクラスの国としても知られているのだ。チョコレート好きにはちょっと気になる国なのだ。そして今日の一押しニュースは3つ目のニュースなのだ。コートジボワールのアドゾペという町で開かれたフォーラム・ドゥ・ランプルワという雇用フォーラムでレシュー選出のパトリック・ハチ首相が若者たちに語りかけたお話を紹介するのだ。自分の運命を自分の手で切り開いてほしい。そんな強いメッセージとともに勉強や職業訓練、企業へのチャレンジを通じて国の支援を活用しながら受け身ではなく主体的に行動してほしいと呼びかけたのだ。若者の力がレシュー、そしてコートジボワール全体の未来を作っていく、そんな熱い思いが込められたニュースなのだ。では詳しく見ていくのだ。コートジボワールは西アフリカのギニア湾に面した国で、公式の首都はヤムスクロク、経済の中心はアビジャンなのだ。1960年にフランスから独立し、大統領制の共和制をとっているのだ。人口は約2800万人で、世界有数のカカオ生産国として農業や石油、加工業が盛ん、音楽や多様な民族文化も豊かなのだ。近年は経済成長と政治的和解、カカオの持続可能性や森林保護が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ブアケの火災、チャイナタウンが約 70% 消失という記事なのだ。2025年12月15日朝8時頃、コートジボワールのブアケ新型黒地区で大型雑貨店チャイナタウンが火事になったのだ。店は第二地区警察署の向かいにあり、約 70% が焼けたのだ。ブアケの軍消防隊グスム第3中隊のコネ隊長らが出動し、5本の放水で消火に当たり、火災は制御下に置かれたのだ。死者は出ていないのだが、物的被害は甚大なのだ。県庁や商業、工業局、警察と検定隊も現場に集まり、治安確保と被災者への支援を表明したのだ。雇用と税収への影響も懸念されており、原因究明のための捜査が始まったのだ。2つ目のニュースなのだ。CDAO 首脳会議、西アフリカの指導者らが軍事クーデターを容認しないと再確認という記事なのだ。2025年12月14日、ナイジェリアの首都アブジャで西アフリカ諸国経済共同体 CDAO の第68回首脳会議が開かれたのだ。参加した西アフリカ各国の首脳たちは、先月のギニアビサウでのクーデターと12月7日のベナン、コトヌーでの未遂クーデターを受けて、軍事クーデターに対するゼロトレランス、つまり一切容認しない姿勢を改めて確認したのだ。また、テロとの戦いも最優先課題だと強調したのだ。議長国シエラレオネの大統領ジュリアス・マーダ・ビオは、マリ、ニジェール、ブルキナファソの離脱で12カ国になった CDAO を民主主義を守る強い組織として立て直す必要があると訴えたのだ。3つ目のニュースなのだ。アドゾペでの雇用フォーラム、パトリック・アチガラ、目の若者に自らの運命を切り開くよう呼びかけという記事なのだ。コートジボワールのアゾペで開かれたフォーラム・ドゥ・ランプルは、レシュー選出の政治家パトリック・アシ首相が若者たちに向けて自分の運命を自分の手で切り開くよう強く呼びかけたのだ。地域の雇用や将来への不安が高まる中で、彼は勉強や職業訓練、企業への挑戦を通じて国家の支援策を最大限に活用しながら、受け身ではなく主体的に行動してほしいと訴えたのだ。若者の力がレシュー、そして国全体の発展の鍵だと強調したのだ。スンダモン、ブアケの早期復興と被災者支援、地域の安定と民主主義の堅持、若者の挑戦が実を結ぶことを応援するなのだ。
り知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。